はいどうも、キスケです。今回はほとりで組める最強パーティー編成解説していきます。ほとり自体の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない方はぜひご覧ください。ほとりは味方のスキルを記録するという特性上、編成幅が割と広めです。挑むボスによって主軸アタッカーを変更したり、回復や耐久を捨てて火力に全振りしたりと、挑むコンテンツによって組み替えれるのは魅力です。今回は各パーティーの強み、採用キャラの小判やギアなども解説していくんでね。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではパーティー紹介やっていきます。まずは光異能と霊異能キャラクターのみで構成された創生パーティー。ナナリ、主人公、ほとり、ジョエンですね。おそらくほとりを使ったパーティーで一番強いと思います。主人公の即時連環で霊異能キャラクターにチェンジして創生株を生成。ほとりの必殺技が溜まるまでの間はナナリが表に出てダメージを出せます。さらにナナリとジョエンは創生株を強化できますから、ほとりの時間停止中でもダメージが積み重なっていきます。耐久枠やサポートキャラクターがいないにもかかわらず、全てのキャラクターでダメージを出せる編成なんで爆発力がすごいですね。入れ替え候補としてはジョエンの枠をミントに変更しても構いません。ミントも創生株を強化してくれる霊異能キャラクターですから、持っていない方はおすすめです。各キャラクターのおすすめ小判はこんな感じ。ほとりはモチーフ小判の時間外を行くが最適。時点で主人公のモチーフ小判形成の雨。モチーフ小判の時間外を行くはほとりのローテーションを回すだけで恩恵を受けられて、集結中のダメージが跳ね上がります。特にクリティカルダメージを上げてくれるのが強いんですよね。他のキャラクターがクリティカルダメージを盛ろうとすると駆動コアとかブロックで上げるのがメインになるんですけど、ほとりはモチーフ小判で解決させられるという、なので依存度は高めです。主人公はモチーフ小判の形成の雨。時点で休息日がおすすめ。モチーフは交換所で交換するかパックを買うことで手に入るんですが、やっぱ連関パワーを盛れるというのが強いですね。このパーティーの主人公はとにかくバイレールスキルを回して霊異能キャラクターにチェンジするという使い方ですから、連関パワーなんてあればあるだけ嬉しいです。時点の休息日も優秀で EX レール集結の回転率が上がります。小判自体の効果だけではなく、上昇する能力値にチャージ効率も含まれてますから、主人公でもダメージを出したいなら選択肢に上がります。ナナリはモチーフ小判のプリペア。時点で不屈の綿がおすすめ。プリペアはステータスでクリティカル率を漏れて、バイレールスキルまたは EX レール集結を使用すると通常攻撃の余ダメージが上がります。さらに小判自体のスキルを発動することでボスに対する余ダメージがさらに上がります。さすがモチーフ、欲しい能力をしっかりと強化してくれてます。ナナリはとにかく手数が多いキャラクターですから、クリティカル系のステータスを持って殴るというのがとにかく強いです。時点の不屈の綿はクリティカル系のステータスは漏れないものの、攻撃力をがっつりと上げてくれるんで優秀。モチーフは引けなかったけど月パスは課金してるって人は交換してもいいと思います。ジョエンはモチーフ小判の現実の避難所。時点で熱狂の渦がおすすめ。モチーフ小判の現実の避難所はジョエンのメインダメージソースであるマーカーダメージを強化してくれるんで、しっかりと火力を出したいならおすすめ。熱狂の渦に関してはマーカーの持続ダメージを裏から出し続け、操作キャラの攻撃力をバフしてくれるんで、ジョエンをあまり育成してなくてサポーター運用したいという人はおすすめになってます。それではサクッと実践の方やっていきましょう。まずはほとりからスタートして敵の攻撃に合わせてバイレールスキル、ここからスキルの記録を始めていきます。最終的にナナリにチェンジして
ほとりの必殺技が溜まるまでの間殴り続けるみたいな立ち回りができれば、特にどんな順番で出してあげても最大限恩恵は発揮できると思います。このパーティーはね、創生株のダメージがとんでもないことになってるんですよね。ダメージ表記を見てもらったらわかるんですけど、7里も手数が多いし、創生株の手数も多いし、結構ね、とんでもない火力になるんだよな。めちゃくちゃ強いですよ。で、あとは適当に創生株を生成しながら敵の体力を削っていきます。で、かっこよくほとりの必殺技でとどめをさせそうだなっていうタイミングでほとりにチェンジしてあげて、めった切りにしていきます。時間を止めてよいしょよいしょと切り刻んでいきます。いやー強いね、ほとり。マジで優秀なサブアタッカーです。続いてはサキリを採用した編成。7里、主人公、ほとり、サキリですね。先ほどのパーティーが爆発力なら、こちらは安定感といったところでしょうか。主人公で即時連環、7里で継続ダメージ、ほとりで瞬間火力というのは変わりませんが、サキリの EX レール集結で味方全員に攻撃力アップのバフを巻くことができます。入れ替え候補も豊富で、サキリの枠をハニヤに変えたり、アドレーやエドガーに変えて耐久したりと、手持ちの育成具合によって入れ替えられるというのも魅力ですかね。正直言うと、ほとりと主人公と7里だけで立ち回りに関しては完結してるんで、自由に組み替えちゃってください。各キャラクターのおすすめ小判はこんな感じ。サキリ以外は変更なし。サキリはお散歩ワンワンが最適。お散歩ワンワンが無料で獲得できて、これ以上の小判がないことから一択です。お散歩ワンワンはサキリに必要なチャージ効率を盛れるだけではなく、 EX レール集結を発動すると味方全員に攻撃力アップのバフを配れます。サキリは EX レール集結のバフが本体みたいなもんですから、そこからさらに追加でバフを配れるというのは破格の性能です。それでは実戦の方やっていきましょう。とは言っても先ほどとほとんど変わんないんですよね。立ち回りに関してはほとりでスタートしてバイレールスキルで記録を開始で、この記録中にサキリの EX レール集結で味方にバフを与えてみたいな、そういう立ち回りが必要にはなってきますけど、それ以外はほとんど変わりないですね。序盤にもスキルを記録しちゃって、あとは7里でボコスか殴っていくっていう、そういう形になります。で、主人公の異能連環が溜まったら、即座に交代してバイレールスキルで創生株を生成しながら継続ダメージを出していくという、そういう形になります。特に変わり映えはないかな正直言うとね。ちなみにこれってさ、味方のバイレールスキルじゃないわ、 EX レール集結が溜まったタイミングって一応見れるんやね。ちょっとアイコンが小さいけど、属性の下に上にアイコンで撮ったよね。これで攻撃力アップのバフを配って、最終的にほとりの EX レール集結でとどめを刺していくっていう、敵がね回復しそうになったんでギリギリ間に合いましたね。なかなかいいタイミングだったのではないでしょうか。これにて決着。続いてハソールを採用した編成。7里、主人公、ほとり、ハソールです。相違のキャラクターのハソールを採用することで、光異能、霊異能、相異能で発動できる重蓄を狙えるようになります。重蓄は光異能と相異能で発動できる炎体を敵に付与してから、光異能と霊異能で発動できる創生株の攻撃を命中させることで発動します。なので主人公の即時連環がないと重蓄の発動が間に合わないという場合があるんで必須かなと思います。重蓄は EX レール集結に必要なエネルギーを追加で回復できるようになるんで、集結が強力なハソールと相性バッチリ。このパーティーはハソールでもしっかりと火力を出せますから、
7里の枠をミントや助演に変更してもらっても構いません。各キャラクターのおすすめ小判はこんな感じ。ハソール以外は変更なし。ハソールはエンコンハリケーンが最適。時点で7里のモチーフ小判プリペアがおすすめ。エンコンハリケーンはクリティカルダメージを強化してくれて、さらに EX レール集結を発動すると装備者のバイレールスキルと EX レール集結の余ダメージが上昇しますから、 EX レール集結からのバイレールスキルで火力を出すハソールに最適です。無料で手に入るというのも嬉しいですよね。それではハソールを採用して実践の方やっていきましょう。ハソールは自身の体力バーの上にある羽のマーク、これを全部集めてから EX レール集結を発動してダメージを出していきます。なので先ほどまでのパーティーだと結構ナナリがずっと表に出て戦ってたと思うんですけど、このパーティーはナナリとハソール、半々ぐらいですかね、表に出て戦うのは。だからしっかりめに育成しとかないと、ハソールでダメージが出ないみたいな、そういうことになりかねないんで注意しましょう。ハソール強いよね。なんか宅配便とか勝手にやってくれるしすごい便利なんだよな。ほとりとの相性もめちゃくちゃいいということで EX レール集結で、この後バイレールスキルを連打していきます。それでダメージが出ます。であとはほとりにお任せと、こういう感じですね。瞬間的に火力を出せるキャラクターがハソールとほとり2人いるんで、とんでもない速度でクリアできるという形になります。続いてダフォディールを採用した編成、ナナリ、ダフォディール、ほとり、ハニアです。ダフォディールを採用すると他のパーティーよりブレイク速度が速く、何よりファントムシフトという超強力なスキルをほとりで記録できるというのが強いですね。うまくレール反撃を成功させればそのまま集結につなげることもできますし、立ち回りがテクニカルな分使ってて楽しくしっかりと強いパーティーになってます。もしファントムシフトの記録が難しそうなら強化バイレールスキルもありますし、臨機応変に戦えるのも魅力ですかね。ハニアの枠はサキリやファルディーヤ、アドレーとかでも大丈夫です。各キャラクターのおすすめ小判はこんな感じ。ダフォディールは漆黒の青春妄想がおすすめ。無料で獲得できてわざわざ他の小判を装備させる理由が特にないので一択。漆黒の青春妄想はブレイクパワーをがっつりと強化してくれて、味方がサポートスキルを2回発動すると小判スキルが発動可能になります。ほとりを採用した編成だとキャラクターをぐるぐる切り替えながら戦うことになるんで、速攻で鎖を切ることができます。このスキルによって装備者が与える闇異能ダメージが強化されます。ダフォディールにとっては破格の性能ですね。ハニアは熱狂の渦が最適。裏にいても操作中のキャラクターに攻撃力アップのバフを配れます。ハニアはこう考えるとバイレールスキルでバフ、小判でバフ、ギアでもバフとお手軽にバフを巻きすぎな気しますけど、使えるもんは全部使って戦っていきたいですよね。それではダフォディールを使って実践の方をやっていきましょう。まずはバイレールスキルからの EX レール集結でファントムシフトの準備に入ります。その後ほとりに交代して記録を開始。ダフォディールのファントムシフトを記録したいんでね、どうせなら。であとはハニアのバフでダフォディールのファントムシフト、ナナリのスキルとそうやってつなげていきましょう。あとは適当にダフォディールとナナリで殴っていって、速攻でブレイク値を削っていきます。敵がね俊敏に動くボスとかだとやっぱブレイクがめちゃくちゃでかいし、かつブレイクが発生した時のダメージがめちゃくちゃでかいんですよね。それ目当てにダフォディールを採用してるっていう感じになります。属性的には闇異能と光異能で
ほとりとダホディールは本来相性が悪いはずなんですけど、ほとりのスキル記録という汎用性のある能力によって、こういう編成も実現可能になってるということを考えるとやっぱ強いよね。将来性がこんなに明確に出てるキャラクターなんているのかとちょっと恐ろしいですよね。これでファントムシフトでがっつり削って、あとはほとりの集結で終わりという形になります。最後は主人公ミントアドレーを採用した無課金パーティー。ほとりの実装からゲームを始めたとか、ナナリを我慢してほとりを引いたとか、そんな人におすすめのパーティーです。アドレーの枠はサキリやハニア、エドガーなど割と何を採用しても強いです。ナナリを採用してないんで、できるだけ主人公とミントをぐるぐる回して異能連環やバイレールスキルで火力を出す必要があります。敵によってはちゃちゃっとほとりの集結を打って2周目のスキル記録を目指すのがいいと思います。各キャラクターのおすすめ小判はこんな感じ。ミントは神速の綿もしくは空域確保開始がおすすめ。どちらもミントの攻撃力を上げてくれます。ぐるぐるキャラクターを交代しながら戦うなら空域確保開始がおすすめで、ミントでも表でどっしり戦いたいなら神速の綿がおすすめです。神速の綿は最大の恩恵を受けるために表に5秒はいないとダメなので、ほとりを採用したパーティーなら空域確保開始がおすすめかな。アドレーは忘れ長さがおすすめ。アドレーはシールドでパーティー全体の耐久力を上げるのがメインの仕事ですから、シールド強度を盛れる忘れ長さが最適です。いかがだったでしょうか。今回はほとりで組める最強パーティー編成解説してみました。やはりスキルの記録というとんでもない能力を持っていることで、ダフォディールとかハソールとかナナリとかいろんなキャラクターと組み合わせられますね。特に一番最初に紹介した創生パーティーは完成度が高すぎて現状一強状態です。1パーティーしか要求しないコンテンツだと無双できると思います。ナナリを持っている人は特にほとりを引いておいた方がいいですね。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。